こんにちは、こじうさです。今日の Vlog は大阪門真市にあるコストコに行ってきて買ってきたもの、そしてそれを使った朝ごはんやトービさんとの日常をお送りします。コストコに行く前に隣のララポートの中の寿司どころ深広さんでお寿司を食べました。赤エビを頼むと頭を素揚げしたものが一緒についてきます。それがすっごく美味しかったです。2回頼みました。お腹いっぱいになったのでコストコに向かいます。私は車を持っていないのでコストコに行くときは友達に連れて行ってもらいます。では購入品をご紹介します。まずはオメガ3が取れるアマニ油です。そして久世福商店の万能だし、ミニクロワッサン20個入り、これは半分母にあげました。大活躍のプレスンシールは3つは多いので1つ友人に分けてもらいました。気になったラクレットチーズを買ってみました。絶対に買うグリークヨーグルトです。1キロの大容量が嬉しいです。これも久世福商店のいちごミルクの素です。なんか可愛くて買ってみました。砂糖代わりにいつも使っているアガベシロップです。アガベシロップは癖がなくてとても使いやすいです。マダガスカルバニラという味が出ていたので買ってみました。すごく美味しかったです。キッチンタオルも一つだけ友人に分けてもらいました。今回のコストコで買えて一番嬉しかったのがこのムーミンの柄のパイレックスのガラスの保存容器です。サイズが大と小2つずつ入っています。小さいサイズは赤い蓋がミーで、緑の蓋がスナフキンです。大きい方は2つともムーミンです。ちょっと好みすぎてかなり興奮しました。マカロニサラダを作って入れてみました。ミーの方は赤なので赤かぶ漬けを作ってみました。可愛すぎます。これはララポートの中のロフトで気になっていたものを買ってみました。まるでこたつソックスです。これは足首にある三陰交のツボを温熱刺激してくれるそうです。すごく冷え性なのでずっと気になっていました。なんかルーズソックスみたいですね。伸ばすと膝まであり、とってもあったかいです。この冬大活躍しそうです。ラクレットチーズは一気に使い切れないのでプレスンシールを使って保存していこうと思います。まずプレスンシールを適当な大きさに切ります。そこにチーズを少し間隔を空けて並べていきます。チーズを並べたら同じ大きさのプレスンシールを上から重ね合わせます。チーズの間の隙間を密着させて、そこをハサミで切り離していきます。危ないよ。トービさんのいたずらが始まりましたね。ダメ。切り離したチーズはフリーザーバッグに入れて冷凍しておきます。こうすることで一枚一枚使うことができます。もう晩ご飯は食べたトービさんですが足りないようですね。最近はお皿にもう何も入っていないとこんな風に訴えてきます。うさぎさんは無表情で分かりにくいという人もいますが、割と自己主張が強いんですよ。突然ですが、皆さんは行動力はある方ですか？よく友人にこじうさは行動力があると言われます。自分では意識していなかったので、そうだろうかと自分の人生を振り返って考えてみました。すると思ったのが、私は見切り発車が多いのです。思い返せば結婚する時も彼は会社を辞め独立したばかり、貯金もなく収入がどれくらいになるかも聞かずに反抗をしました。離婚する時も日雇いバイトを辞め潰れそうなクリーニング屋のパートを1年ほどしている時でした。元旦那さんにもさすがにクリーニング屋のパートで生活できるの？と言われました。言われた時はなんとかなるもんと言いましたが、案の定わずかな貯金は引っ越しやもろもろで消えてしまい、
貯金残高が63円になったこともありましたね。結婚の時は2人で頑張っていこうと思えるのでまだいいと思うんですが、離婚は1人になるのに今思えばよくあの状態でしたものだなぁと思います。今のサロンに出戻りできたからよかったものの、あのままだったらどうなっていたか分かりません。リースを作った時の赤い実がついていた間でこんなのを作ってみました。このオーナメントは3コインズで、ライトはフライングタイガーで買ったものです。なかなか可愛くできました。おはようございます。まるでこたつソックス、暖かいです。これは手放せなくなりそうです。もう一足買おうかな。最近はトービさんは寝室を開けると扉の前で待っていてくれています。トービさんを見て、うさぎもこんなに懐くんですねと驚かれることがあります。うさぎは仲間意識が強く社会性のある動物です。仲間だと認められると手や膝を舐めてくれたり、愛情表現豊かに常に寄り添ってくれます。朝ごはんはコストコで買ってきたもので準備したいと思います。グリークヨーグルトは普通のヨーグルトと違ってもったりしているので腹持ちがいいんです。最近はヨーグルトの中にオートミールとナッツを入れます。そこにバナナを切って入れ、アガベシロップを少し入れます。コストコでもアガベシロップを買ってきましたが、まだ残っているものがあったのでこっちを使います。毎朝ヨーグルトとバナナにしてから便秘知らずになりました。毎朝少しだけ人差し指の爪ほどの小さなバナナをあげます。私が朝ごはんの用意をし始めると近くで待っています。甘いバナナはたくさん食べるのは良くないからちょっとだけね。気になっていたいちごミルクの素です。牛乳と1対2で割ります。甘い香りでなんか可愛いですね。クロワッサンは冷凍していました。バルミューダのオーブントースターは冷凍したまま焼けるのですごく便利です。前に使っていたトースターだと表面は焦げてしまって中が冷たいままということが多かったです。行動力を振り返ってみた話に戻りますが、マンションを買うと決めた時ももちろん大した貯金はありません。しかも実はローンも全額下りない銀行がほとんどだったんです。リノベーションをして自分の好きな間取りで住みたいという夢があったので、今のマンションを探しながらおしゃれなリノベーションをしてくれる会社に話を聞きに行ったこともあるんです。リノベーション工事の代金だけで私の持っている予算の半分はかかると言われ、もうお話になりません状態で帰ってきました。その時はさすがに悔しくて情けなくて、いい年して大した貯金もない自分に涙が出ました。それからもう自分でリノベーションすることは諦め、リノベーション済みのマンションを探すことにしました。そして理想通りの今のマンションに出会ったんです。それから担当の不動産屋さんが価格交渉を頑張ってくれ、ローンもなるべく多く借りられる銀行を探してくれました。そのおかげで無事に購入までこぎつけました。これだけ思い返しても自分でもかなり見切り発車だなぁと思います。みんなが10考えて準備するのを私は3ぐらいでもう行動しているような気がします。でもトービさんを迎える時だけはいろいろ調べてすごく考えました。ただ両親には絶対反対されると思ったので、それだけは自己報告しました。でも言えるのは全てに後悔がないんです。結婚も離婚も私なりに精一杯やったので、もう後悔はありません。なんとかなるのか不安に思ったら、なんとかなるまで動けばいいんじゃないかと思うのです。
こんな計画性のない見切り発車が行動力があると言えるのかは分かりませんが、人は人生最後を迎えるとき、やったことを後悔するよりやらなかったことを後悔するらしいと友人が言っていました。それなら私はやらなかった後悔はしなさそうだなと思いました。でもこれからはもう少し計画的に行動していこうと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねやコメントいただけるととても励みになります。次回は仕事終わり帰宅から寝るまでのナイトルーティンをお送りしますね。また見てください。降りて。